使用するのはこちらになります。ニュッセ、セリアさんで購入してきました。お好きな色を3玉用意してください。かぎ針は8号を使っていきます。それからマーカーととじ針を用意します。マーカーは編み地に目印をつけるときに使います。形はいろんなものがあります。お好きなものを用意してください。とじ針は最後に糸端を始末するときに使います。だいたい細い針から太い針まで2本とか3本セットで売っているかと思いますので、とじ針も用意します。毛糸の扱い方ですが、糸端の外の糸端を使うと編むときに毛糸がコロコロ転がって編みにくいので、中から糸端を出します。指でグリグリっと中心を探って少しだけ引っ張り出します。この糸端から使っていきます。針の持ち方です。グリップ付きの針ですと、ここにへこみがあると思います。ここに親指を置いてペンを持つように持ちます。これがペン持ちと言われる持ち方になります。もう一つ、このように握って持つナイフ持ちという持ち方もあります。どちらもやりやすい方でやっていただければいいと思います。糸の持ち方をやってみます。まず左手の薬指と小指で挟んで、人差し指にかけて親指と中指で持ちます。まずは帽子のこの部分を編みます。こういう向きで細編みを往復で編んでゴム編みのようにしていきます。まずは作り目です。ここから鎖編みを5目編みます。1、2、3、4、5ですね。そうしたら鎖1目で立ち上がって、この鎖ではなくてこの鎖の向こう1本、ここをすくって細編みをします。次の目もこの鎖の向こう1本をすくって細編みをします。この鎖の向こう1本をすくって細編みです。4、5、はい、これで1段目細編みが5目編めました。次は2段目ですね。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。この細編みですね。ここの頭の鎖です。この向こう側1本、ここをすくって細編みをします。次もこの鎖の向こう側1本をすくって細編みをします。残り3目も同じように編みますね。はい、2段目が編めました。3段目です。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。この細編みの頭の鎖の向こう側1本ですね。細編みです。向こう側1本をすくって細編み。はい。3段目も細編み5目編めました。
ではこれを繰り返して70段まで編んでいきます。70段編みました。ゴム編みのような形になっていますね。ではここから1段に対して1目で拾っていきます。まず鎖1目で立ち上がって根元のところに細編みをしますね。次はこの山になっているところです。次はこの谷になっているところのこの部分ですね。細編みをします。次は山になっているところのここに細編みをします。次はこの谷になっているところですね。というような形で70段編んできたので全部で70目細編みで拾っていきます。最後の細編みはこの山になっているところ、これが70番目の細編みになります。細編み70目拾いました。次の2段でこのお花のような模様ですね。これリフ編みという編み方をしています。この部分を編んでいきますね。2段で1つの模様になります。でこれは中長編みの玉編みというものを重ねて編んで作っています。ではまず鎖1目ですね。これを長めに出します。これは立ち上がりの目になりますね。次は向きを変えて針に1回糸をかけて根元に針を刺して糸を引き出します。これが未完成の中長編みになります。もう一度未完成の中長編み、針に1回糸をかけて根元から糸を引き出して、これで立ち上がりの目と未完成の中長編みが2つかかっている状態になります。これを一度に引き抜きます。これで中長編みの玉編み1目となりますね。では鎖1目です。この1目も長めに引き出します。これは立ち上がりの目になります。次も未完成の中長編みを2回行います。針に1回糸をかけてこの玉編みをまとめた目から糸を引き出します。もう一度針に糸をかけて玉編みをまとめた目から糸を引き出します。これで立ち上がりの目と未完成の中長編み2つ針にかかっている状態です。これをこのまま置いておきます。次はこの最初に玉編みを編んだ目ですね。ここに未完成の中長編みを3回編みます。針に1回糸をかけて根元から糸を引き出します。未完成の中長編み1ですね。2、3です。未完成の中長編みが3目針にかかっている状態です。次は1、2、2目飛ばして3つ目の目に未完成の中長編みを3目編みます。はい、こんな風に針にループがいっぱいかかっていますね。でこれを一度に引き抜きます。そして鎖1です。ではもう一度やってみますね。まずこれを長めに引き出します。これが立ち上がりの1目です。そして未完成の中長編みを玉編みをまとめたところですね。ここに2回編みますね。はい。次は未完成の中長編みを3回、
ここです。この玉編みが入っているところ、ここに未完成の中長編みを3回編みます。次は2目飛ばして3つ目に未完成の中長編みを3回編みます。これを一度に引き抜いて鎖1目です。もう一度やってみますね。長めに引き出して、これが立ち上がりの目です。未完成の中長編みを2回です。次はこの玉編みの入っている根元のところに未完成の中長編みを3回です。次は1に飛ばして3つ目に未完成の中長編みを3回です。これを一度に引き抜いて鎖編み1です。ではこれを繰り返して端まで編んでいきます。では編み終わりのところをやってみますね。細編みが下に3目残っているところまで来ました。まずは糸を長めに引き出して未完成の中長編み2回ですね。この玉編みの根元に未完成中長編みを3回です。1に飛ばして3つ目に未完成の中長編みを3回してで一度に引き抜いて鎖1です。そしてもう一回糸を長めに引き出して未完成の中長編みを2回、そしてこの玉編みの根元、一番最後の細編みですね。ここに未完成の中長編みを3回編んで、これを一度に引き抜きます。鎖編み1です。はい、これでリフ編みの下の段が編めました。それではリフ編みの2段目です。まず糸を長めに引き出して向きを変えますね。未完成の中長編みをこの玉編みをまとめたところ、ここに2回編みます。次はここに未完成の中長編みを3回編みます。これを一度に引き抜きます。そして鎖1、2と編みます。次はここに未完成の中長編みを3回編みます。次はここに未完成の中長編みを3回編みます。一度に引き抜いて鎖編み1、2と編みます。もう一度やってみます。ここに未完成の中長編みを3回編みます。次はここに未完成の中長編みを3回編みます。一度に引き抜いて鎖編み1、2と編みます。ではこれを繰り返して最後まで編んでいきます。編み終わりのところをやってみます。ここに未完成の中長編みを3回ですね。次はここです。ここに未完成の中長編みを3回です。一度に引き抜いて鎖1と編みます。はい、これで
リフ編みが編めました。それでは次は1段細編みで編み進めますね。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。玉編みをまとめたところに細編みをします。次はこれ鎖2目のところですね。ここを側にすくって、この鎖をすくって細編みをします。もう一つ鎖をすくって細編みをします。次はこの玉編みをまとめたところに細編みをします。鎖編み2目のところを鎖をすくって細編みです。鎖をすくって細編み、まとめたところに細編みを1目編みます。鎖2目のところは側にすくって細編みを2目編みます。ではこの形で細編みを全部で最後まで編むと70目になりますね。編み進めていきます。最後のところですね。鎖2目のところは鎖を側にすくって細編みを2回編みますね。最後は玉編みをまとめたところに細編みを1目編みます。これで全部で細編み70目編めました。では次は帽子のこの部分ですね。かぶる部分です。こういう方向に編んでいきます。それではここから鎖編みを27目編んでいきます。20目編んだところで一旦マーカーをつけます。ではここからまた鎖編みを7目編みます。では1段目を編んでいきますね。鎖1目です。そしてこの目ではなくてここ鎖の向こう1本針を刺して引き抜き編みをします。次の目も同じように鎖の向こう側1本に針を刺して引き抜き編みをします。鎖の向こう側1本に針を刺して引き抜き編みをします。マーカーの目の手前まで引き抜き編みをしていきます。はい、引き抜き編みが1234567目編めました。次はマーカーの入っている目ですね。ここも鎖の向こう1本をすくって細編みをします。マーカーを戻しておきますね。次の目も鎖の向こう1本をすくって細編みです。鎖の向こう1本をすくって細編みです。細編みをこちら側まで全部で20目になりますね。編んでいきます。1玉目の糸が終わりになります。次の糸玉に変えていきますね。まずはこの鎖の向こう1本に針を刺して糸を引き出します。そうしたらこの糸をこちらに回します。そして新しい糸ですね。新しい糸をここから使います。
そして両方の糸端、これを編みくるみながら編んでいきます。鎖の向こう一本に針を入れて、この糸端を編みくるんで細編みをします。糸端を編みくるんで細編みです。糸端を編みくるんで細編みです。こうすると編みくるんだところはもう糸始末しなくていいので、このようにしていくといいかと思います。ではこちら側まで全部で細編み20目編んでいきますね。引き抜き編み7目、細編みを20目編んできました。では20番目の目にもマーカーを入れておきます。そうしたら編み地をこのような向きにして、ここが最初に編み始めた目になりますので、次の目に引き抜き編みをします。もう一つ次の目にも引き抜き編みをします。鎖1目で立ち上がって編み地をこのように持ちます。このマーカーの入っている目に細編みをしていきますね。この目の頭の鎖の向こう側1本に細編みをします。マーカーを戻しておきますね。次の目の頭の鎖の向こう1本に細編みです。次の目も向こう1本に細編み、向こう1本に細編み。ではマーカーの入っているところまで、細編み全部で20目ですね。この要領で編んでいきます。マーカーの入っているところに細編みをしてマーカーを戻しておきます。次の目から引き抜き編みを斜めしていきます。この目の向こう1本ですね。引き抜き編みです。次も引き抜き編みです。この目の向こう1本に引き抜き編みです。細編みを20目と引き抜き編みを7目編みました。次ですね、鎖1目で立ち上がって向きを変えます。この鎖の向こう側に引き抜き編みですね。この鎖の向こう側に引き抜き編みです。向こう側に引き抜き編み、引き抜き編みが7目編めました。では今度マーカーの目から細編みになります。この頭の鎖の向こう側に細編みです。マーカーを戻しておきますね。頭の鎖の向こう側に細編みです。ではこれでこちらのマーカーの目まで20目あります。そこまで細編みで編んでいきます。マーカーの入っている目まで来ましたね。ではここは向こう側1本に細編みをしてマーカーを戻しておきます。そして、ここはさっき編んだところですので、その隣から引き抜いて次の目にも引き抜いて
鎖1目ですね。ではこれで向きを変えて、マーカーの入っている目から細編みで20目ですね。頭の鎖の向こう側に細編みです。マーカーを戻しておきますね。ということで、このマーカーの間は細編みでいきます。こちらの端は引き抜き編み。これを繰り返して最後まで編んでいきます。2玉目の糸が終わりがけになっています。これを3玉目の糸に変えていくんですが、この時に1玉目こちら側で糸端出してますね。ですからこちらが裏面になります。裏面の方に糸端が来るように3玉目に糸を変えていきたいと思います。ではまず2玉目の残りの糸でここまで編みます。で、さっきはこうかけましたね。糸を変えるときこうかけるとこちら側に糸端が出ますので、今度はこちら側に糸をかけます。そうすると糸端がこちらとね同じ方向に出ることになりますので、では次の糸に持ち替えて、でこの糸もこちら側に出しておきます。そしてここからは普通に細編みをしていきます。これは後で糸始末しますのでこのまま置いておきます。編み終わりのところですね、引き抜き編みで7目、細編みで20目編んできて、最後ここ1目残っていると思います。ここに引き抜いて終わりますね。で鎖1編んで糸を切って糸始末します。今編み地を裏向きにしてあります。糸端がすべてこちら側に出ていますね。では裏側に糸を絡めていきます。ここは途中で糸がなくなって変えたところですね。軽く結んで同じ色のところです。この糸と同じ色のところに絡めていきます。こちらも同じように余分な糸をカットしますね。こちらの編み始めの糸端、編み終わりの糸端も同じように裏側に絡めておきます。では糸始末ができたので縫い合わせていきます。今こちらが裏向き、こちらが表側になります。ですのでこれ中表側を中にして重ねます。糸を60センチぐらいに切ってとじ針につけます。ではこの頭の部分ですね、ここをギュッと縮めていきます。ではこの辺りから針を入れて、こんな風にして糸を通していきます。一周できましたね。ではちょっと一周だけでは心配なので、もう一周同じように縫っていきます。
こまで来たらぎゅーっと糸を引き絞って縮めます。そしたらここを結んでほどけないように 2,3 回結んでおきますね。ではこれ糸端を糸始末します。はい、こことここで糸始末してますね。表に響かないように、表から見てわからないようにしています。次はこの部分を10センチぐらい縫い合わせていきますね。ここを10センチぐらい縫い合わせます。では、この辺で少し糸を絡めますね。はい、最初に糸を絡めて、では縫い合わせていきます。こちらの半目とこちらの半目、これをすくって縫い合わせていきます。はい、10センチぐらい、このぐらいでいいかな。じゃあこのままだとちょっとほどけてきそうなので戻りますね。はい、これでしっかり縫い合わせることができました。じゃあ最後糸をね、また少し絡めてカットします。表から見るとこんな感じになります。帽子の本体が完成しました。ではここに飾りをつけていきますね。糸を80センチぐらい取ります。でこの80センチの長さで10回ぐらいかな、10本分ぐらい取ります。
そうしたら一方の端を、どちらでもいいです。一方の端にテープを巻きます。マスキングテープとかセロテープとか何でもいいです。テープを巻きます。テープを巻いたら、この端のところです。ここに通します。長さを揃えて、ここで一旦カットしますね。そうしたらこれを3束に分けます。そして三つ編みしていきます。普通の三つ編みですね。好みの長さまで三つ編みをしたら、私は毛糸を使いますが、リボンとか使ってもらってもいいですし、お好きなものでいいですね。ここを結びます。抜けないようにきつく結んでおきますね。こんな感じになりますね。では反対側も同じように三つ編みを作ります。両方三つ編みを作ったら、長さを揃えてカットします。これで完成です。